食えないマスがあるんで、みんな来てくれるんですけど、まずうちの魚大きいじゃないですか。大きいですね。まずそこで捕獲の違うじゃないですか。だからその魚をでっかい魚を釣りに来たんだってお客さんがやっぱり。たまにちっちゃい魚釣れるとこんな小さい魚いらないっつって逆に怒られる。これは餌ですか？ヤギの餌です。今から彼がヤシオマスさばきます。あ、さばくんですね。じゃあぜひ。刺身用にするんで。これで何センチぐらいあるんですか？これで50センチぐらいですかね。大きいやつでだいたいこれの倍とか、重さでいうとこれが2キロぐらいなんですけど、はい。下の池にはまあ5キロぐらいのまでいるんで。ヤシ見てなかったっけ？
休みだよね。そうだよね。これはどこのお米とか使ってるんですか？ああ、うちの飯塚君って言うんですけど、そのとこの黒羽なんですけど、このお米で美味しいお米なんですよ。そうなんですね。さっき言ったお兄ちゃんのうちのお米なんです。結構人気あって、みんな美味しいって言って、私たちもそこで売ってもらって。2つあるよ、パパ。もう一つ。これは味噌汁を作って、それの中の味付けた煮じます。山椒が入ってて、それであとは味噌汁の汁をここ入れるだけなんです。この釣り竿も作ってるんですか？全部手作りです。冬場にやっぱり近くのなんか竹林みたいなとこ行ってみんな一本ずつこう取ってきて、で長さ揃えて、そのままじゃ使えないんで一回火で炙って油抜きってするんですよ。そうするとなんだろう、本当に色鮮やかな青になって、でその後にそれもすぐ使うんじゃなくて、わざわざ焼き場の上に置いといて、灰をかぶらせるんですよ。灰かぶらせるとなんか強くなるって言われてるんですよ。でそれで1年間置いといて、で次の年が、できれば2年置いときたいんですけど、それから針と糸つけてみたいな感じで、じゃないとこうやって外に置いといて使うんで、すぐダメになっちゃうんですよね。出るやつだとここの魚に耐えられないんですよね、大きすぎて。折れちゃうってことですか？大体折れると思いますそこら辺のノベザーとかだと。これは強いですよ。これは1キロ2キロかかったってそうは折れるもんじゃない。油がね、とか汚れとかいろいろ油があるんで、それを取ってるんですよ。きれいにして、頭とか骨とかヤシオマスとかニジマスの、そういう骨がとかのから出汁を取ってね、やってるんですけど。
ヤシオマスっていうのはすごい脂が乗ってるんですよ。今日はそうでもないんですけど、はい。もっと脂がこうすごいここにねギタギタになるくらい、それを取ってるんです。普通の養殖場だと、民家とか農場とかがあって、その排水がちょっと川に入ってきたりしてるんですけど、うちそれがなくて、湧いてきたところからその純粋な水が流れてくるんです。排水の匂いが魚に沈着しちゃうんで、下で養殖したやつたちはちょっと匂いが出てくるんですよ。だけどうちの場合だとその純粋な水しか流れてきてないんで、その魚にの変な匂いというか嫌な匂いみたいなのが全然出ない。だからそうなんです。美味しいって言われるんですよ。だから他のところで食べたニジマス食べられなかったけど、ここのは食えるって言って来てくれる人結構いるんで、刺身も食べてもらう人多いですけど、一回好きになったらもうずっと魚、もう10匹全部刺身とか、食べたいお願いしますみたいな感じでやってくれる人多いんで。ここで養殖してるものは全部ヤシオマスになる。いや、うちはニジマスとヤシオマスとイワナで3種類やってるんですけど、全部うちで卵絞って、で最後の親にするところまでも全部やって、要は完全養殖みたいな形で全部やらせてもらってます。だからもう品質もずっとうちで全部育ててるんで、そういう面でも安定して届けられるっていうところもありますね。大体この放流する釣れる大きさになるまでどれぐらいかかるんですか？それが大体2年3年という形ですかね。結構かかるんですね。ヤシオマスに関しては3から4年ぐらいはかかっちゃう。他の養魚場だともっと早く育つんですよ本当は。だけどうち水温が冷たい、年間通して冷たいんで、それだけちょっと成長のスピードが遅くはなったりするんです。その分みんな締まりが逆に良くなる。身の蜜とか濃いというか、そういう感じになるんで、ここで食べるヤシオマスは本当に噛み応えがあるぐらいのブリじゃなくてブリみたいな感じの食感になったりとかするんで、だから噛めば噛むほどその後に旨味が出てきたり。このなんかくるくる回してたり、こう滝みたいになってるのは意味があるんですか？これは水車って言って空気をかませて水にで水の中に酸素を供給するのと流れを作るっていう意味でこれ入ってて、それあることでやっぱり水の中の酸素量って少なければ少ないほど魚が要は酸欠状態になっちゃうんで、食べる量も減ってきたりとか、やっぱり密室にちょっと影響してきたりとかっていうのもあるんですけど、それを高めてあげることで食べる量も増えて、でなおかつ健康になるっていう形で、だから掃除は月に1回は全部上から下まで全部やるんで、そうなんですね。水抜いて下ブラシかけて、これやんないと維持できないんで、一応やっぱりおいしいきれいな水は入ってくるんですけど、どうしても魚の排泄物とかがあったりするんで、それ溜まってきちゃうとそこから匂いだの病気だのが出てきたりするんで、それを全部一回流してあげて、で常においしい魚をお客さんに提供するってことで、もうそろそろ仕上げ入ってくる魚。
十分まず大きさが1.5キロ以上、色につき具合とか、ああ、そういうの。あと油の中に含まれるオレイン酸の量が何グラム以上とかっていうのがあるんで、全部。それをなんと7つぐらいかな。それをクリアしたのがプレミアムヤシオマスってなんですけど、その基準はもうこれは満たしてるんですよ。あ、もう満たしてるんですもう大丈夫なんです。だけどそこからさらにうちはやっぱり最低でも2キロ以上はないと美味しくないっていうか、色ののりとか油ののりが違かったりするんで、2キロ以上で出すようにするんで、正直今全国的にニジマスっていうかスペシャルトラウトっていうんですけど、こういうプレミアムヤシオマスはい。結構多いですよ。もう何百とかってあるんですよ、そうなん、種類が。種類が。その中で、どう差別化図るかみたいなところがあるんですけど、うちは、プレミアムヤシオマスってもちろんブランドがあるんですけど、この環境で育ったうちのプレミアムヤシオマスっていう形で、そこが強みですかね、うちは。これは親子三世代ですか。そうですね、息子。ここよく来られるんですか。結構よく来る。ここは結構来てます。そうなんですね。 5回目ぐらい。すぐ宇都宮のなんですけど、そうなんですね。結構来るんですね。やっぱりね、釣ったばっかりのなんか美味しくて、あ、来たかも。けどバーバはいつも4匹食べるらしいから大丈夫だよ。どこバス行ってる。よし、釣れた。ああ、すごい。重いぞ重いぞ。誰しと。こっちに。唐揚げが2匹で、これ小さい方。で、残りが白焼き。白焼きです。はいはい。お召し上がりですよね。はいはい。こっち7キロになりますね。
はい。下ではどういう仕事をされたの？あ、今定食用の魚はい。ちょっと選別してたもんで 300g っていう規定があるんで、一応そのサイズで。そのサイズで選別してきたんで、これからそれをあげようかなと。何で知ってこられたんですか？なんだっけ、なんかスーパーのおばちゃん。そうだったんですね。そう。はい。お、太いの選んだね。来た来た来た。すごい。あー楽しい楽しい。なんかいろんなところにやんないで。イエーイ。すごい。あれご協力してください。君はあげたいっぱい。8匹使ったから、4匹は焼き魚で、4匹は、あれサーモンにする。刺身に？刺身、そう。高校2年生の時からここバイトで来てて、
高校卒業してから5年ぐらい海で仕事してて、はい。それから帰ってきたんですけど、まあ通算で10年楽しいですか、ここのお仕ぐらい。事。楽しいですよ。うん。そんなにきつくもないし。どんなところが楽しいですか、やっぱり。いやもう普通に、まあ、池の方がメインなんですけど、池の方の仕事を任せてもらってるんで、はい自分で管理するのがやっぱりやりがいあるかなと。新しいブランドのを作りたいって言ってたんですけど、そこも携わっていく感じなんですか。まあそうですね、どっちかというと俺が言い出してるこの黄色いやつはい。が、まあ、たまたま生まれたんで、はいそれ増やしてそれを使ってちょっと面白い魚作ろうかなっていう。みんな同じだから黒い魚だから、たまには黄色い魚で作ってみようって言って、肉の色も黄色くなるように餌改良してもらったりとか、黄色い魚の身でお刺身とか作ったらちょっとなんか夏とか涼しげで美味しいんじゃないかなっていう、なるほど。だからなんか一区画白いっていうか黄色っぽいところが。あ、そうですね、あれがそのアルビノっていうやつで、で釣り堀にも話して、釣った人にはプレゼント、あるんですか。そこにヤシオマスのお刺身1人前プレゼントになってますので、釣った人には。どれぐらいの周期ぐらいで釣られるんですか。まあ早い時はもう 2,3 日で、はい1回に3匹ぐらい離しても次の日には全部釣られちゃったりとか、釣れない時は1ヶ月同じ魚がずっと泳いでたりとかする時もあるんであ、いろいろなんですね。意外と気分屋だから魚も、今の時期なんか卵持ってるからあんまり食いつき悪かったりしますしね。これ4だよね。うまい。おいしい。まい。どれが一番美味しかった。これ。これ。